Hello, 皆さん、こんにちは。ティンカスチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか？はい、今回も、ブログからのご紹介をさせていただきたく思います。私の tinkerschannel.com では、ジョセフ・ティテルさんというアメリカ人の最強と言われる預言者の方の予言をご紹介しているブログをやっておりまして、そのブログに、配信した内容をですね、YouTube でもご紹介させていただこうということで、皆さんにちょっと知っていただく機会を、増やしたいなということで YouTube でもご紹介をさせていただいております。今回の予言は2024年2月2日にそのサイキック預言者のジョセフ・ティテルさんが自身の番組で配信された動画、この動画の話題、私が翻訳しまして、出来事をサイキック予言、2月の予言、大きく揺れるという、2月に関する、予言というのをしていらっしゃった回になっております。ですが、ただ、2月ということには限らず、私の方で予言をかいつまんでご紹介させていただきたく思います。でブログでは、細かくもっとね全体的にご紹介をさせていただいておりますので、もっと詳しく知りたいよっていう方はこの動画の概要欄、説明欄のところにブログの方に飛べるリンク貼っておきますので、そちらの方に行って確認して読んでみてください。で私のブログの方のタイトルは西側の動き激しくなりそうです、サイキック予言ということで、第125回目の回でご紹介させていただいております。西側に注意ということで、経済や政治、気象に関することが、カオスになっていくというような、内容の回になっております。で、ティンカースチャンネル初めていらっしゃった方多いと思うんですけれども、ティンカースチャンネルでは、これが正しいという形で答えというのを皆さんに提供しているわけではございません。各々で考えて正しいか否か、真実はどうなのかということをご自身の直感と情報精査などで考えていただくきっかけになればという、きっかけを提供している番組になっておりますので、あらかじめご了承いただければと思います。で今回もそのお米の国、そのアメリカの移民問題に関する予言っていうのはしてました、実は。で今年の10月から1月にかけて国境の緊張が高まっていくんじゃないかということをおっしゃっておりましたが、詳しいことはブログの方で読んでみてください。ジョセフさんはですね、サイキッカーなので、そのサイキックのそのスピリチュアル的に投資をして、その投資ビジョンというのが見えたりするんですね。でその中で最近見えたというのが、この2月2日の配信時点のその近辺です。最近見たっていうのが、オーストラリアに打ち上がってくる大量のイルカや、クジラ、そういった哺乳類のビジョンがあった、座礁したイルカやクジラの姿が見えてきたという予言をしていらっしゃいました。でジョセフさん曰く、どこの海岸かは沿線かは分かりませんが、スピリットは魚も打ち上がると言っています。スピリットというのはジョセフさんの周りについている精霊たちみたいな、そのスピリット、メッセージをスピリチュアル的に与えてくれる存在なんですけれども、スピリットたちは、魚も打ち上がってくるよということを言っていた。そしてニュージーランド側でそれが主に起こってくるのかもしれないというところまではなんとなく分かってるみたいなんですけれども、そのオセアニアだけではなくてニュージャージーでもそれが起こるかもしれないともこの時おっしゃっておりました。でなんでじゃあそれが起こったのかということをそのスピリットが教えてくれたそうなんですね。でスピリット曰く、これは現象が起きた後に地震などが起こるということを示していると。でおそらくオーストラリアで起こる地震の前触れなんじゃないかということをおっしゃっていたらしいです。なのでその前触れが起こる様を透視ビジョンでジョセフさんは見たとおっしゃっておりました。2024年にそれが結構起こってくるということなんですけれども、
3月ぐらいに、確か3月20日ぐらいに大量のスズキ科の魚が打ち上がっている光景がありましたよね。で、それもビジョンで見たらしいんですよ、その前に。で、それが、2月っていうことを言ってたんですけれども、実際は3月20日に起こって、これが北海道の小樽の方で、海岸で、イワシが大量に漂着しているのが、そういった事件というか、そういった事象がありましたよね、ニュースで。今ニュースシェアしてますけども、このことを前々からビジョンで見たとおっしゃっておりました。これは後出しじゃんけん的な感じになってしまったんですけども、そういったことなので、今回見たオーストラリアとかニュージャージーのその魚とかイルカとかクジラの座礁という光景はこれから起きてくるかもしれないというふうにおっしゃっておりました。で、3つの大きなアタックが世界中で発生するという予言もちょっとね、繰り返しになりますけれども、大事だと思うので、またお伝えさせていただきます。ジョセフさん曰く、一つはユダヤ人を襲います。イ・Lが被害を受けるでしょう。もう一つはアメリカです。3カ所で起きるわけですけれども、いずれもイ・Lやユダヤ人を狙っているようですと、そういった事件が起こるようです。どういった形で起こるかっていうのはちょっとね、まだジョセフさんシェアこの時はしてなかったんですけれども、そういうことで、そのアタックが起こってくると、国内、アメリカの国内でもそういったいざこざが起きてくるというふうにおっしゃってます。で、そのアタックとかそういった状況に耐えられなくなるアメリカ人の人々は内輪もめを始めます。これが内乱へと発展していくことになるでしょうともおっしゃっておりました。そしてこれは日本に関わることなんですけれども、大きな嵐に襲われる日本と中国。近い将来ということで2月2日に配信をしていたんですけれども、ジョセフさん曰く、日本は洪水や記録的な大雪が巻き起こるでしょう。今年はね、2、3月までには大雪はありましたよね、東京で。だけど、そんな、記録的でしたよね、確かに。ですが、今年の、11月、12月っていう部分で、まだね、冬は来ますので、どうなっていくかっていうことなんですけれども、これは日本で起こるのか、中の国で起こるのかっていう、どっちで起こるのかっていうことはね、はっきりジョセフさんはおっしゃってませんでしたけども、日本とか中国のエリアで起こりやすいよという感じでおっしゃっておりました。恐れているばかりではよろしくないということで、波動がね下がってしまったら良くないので、安心できる程度に準備をして、あまりそういう考えを寄せつけないように、準備満タンにしてればなんとかなるでしょうっていう形で前向きに過ごしていただければと思います。で、今回ジョセフさんおっしゃっていたのが地震に関する予言で、これがですね、アメリカの西海岸の方が結構大きく揺れるんじゃないかということを結構主張していらっしゃいました。ジョセフさん曰く、2024年8月から10月にかけて西海岸が大きく揺れそうです。一度だけではなく数回起こります。カリフォルニア州とワシントンが大きく揺れそうです。3つの地点、3州なのかわからないですけれども、それがほぼ同時に大きく揺れますが、そのうちの一つは西海岸とハワイ諸島に津波を起こすでしょうとおっしゃっておりました。で、西海岸に起こる3つの大地震なんですけども、ジョセフさん曰く、1つはカリフォルニア州の LA の上あたりで、もう1つは北のワシントン州の近く
でそしてもう一つは海の中でこう起こってくるということで、この3つは影響し合っている、それで起こるということなんですけども、発生の時期を当てるのは難しいですが、8月から10月の水星逆行の時期、そしてエネルギーシフトの時期が怪しいのではないでしょうかと、そうした起こる時期の目処をご自身の占星術とかそういったエネルギーの動きで目処を立てていらっしゃいました。船が燃えてしまうビジョンも見たそうなんですね。ジョセフさんがおっしゃるには、船が燃えています。沿岸警備隊に海上で救助されている人々がいる光景を見ました。これはクルーズ船でしょう。ヘリが何機か上空を飛んでいます。エンジントラブルのようですということで、確か2024年世界予言その後という回をですね、新年の予言で私ジョセフさんの予言紹介で配信しているんですけども、そこでもですね船舶に関する予言っていうのはされていました。でその時は海賊が暴れる2024年というチャプターでご紹介してましたので、そこをちょっとねチェックしていただきたいんですけども、そのリンクはね概要欄の方に貼っておきます。ただそのクルーズ船っていうのをその海賊がこう襲ってくる場合があるというふうにその時はおっしゃってましたけれども、はい。で今回も船上内からアタックが起きるというビジョンを見たそうで、ジョセフさん曰く小さめのクルーズ船か観光船のような船のようです。誰かが忍び込んで犯行に及ぶようですという、そういった光景を見たそうです。で空から落ちてくる物体があるよという予言がありました。ジョセフさん曰く何かが空から落ちてきて乗り物にクラッシュするビジョンを見ました。もしかしたら飛行機から何かが落下してきている、落下物かもしれません。幸い誰も怪我はしないようですということで、最近アラスカ航空のドアが落下する事故がありましたよね。それが現実にもうなったのかなという気もするんですけども、それがこのアラスカ航空のことだったのかというのはこう明言していらっしゃらなかったのでちょっとわからないですけれども、そういった形で空から落下物があると、そういう予言を2月2日にしていらっしゃいました。でそして中の東の戦、和平とかそういうのが結ばれるのかどうかということなんですけども、ジョセフさん曰く、短期間和平が結ばれるという予言を過去にしましたが、例えば30日間攻撃を止めるとかそういった取り決めをしても夜明けの前にアタックが仕掛けられて破られるようなことが起きるでしょうと、この時お話ししていらっしゃいました。I○○L の方がアタックされる側かもしれません。さっき言っていたその、I○○L がアタックされるというのがこれにつながってくるかもしれないんですけれども、和平が結ばれる予言というのは過去にしていらっしゃいました。で過去の予言では一瞬のような短期間ですけれども和平のような合意が結ばれるとこの時おっしゃってまして、それがすぐ破られて2024年から2025年に、その和平を破られるという行為が起こるということなので、今のところこの和平っていうのがまだ起きていないので、実際ねこの予言が実現するのかどうかっていうのはわからないですけれども、もし和平が結ばれたとしてもすぐに裏切りといいますか夜明け前に仕掛けられてしまうというふうにおっしゃっておりました。これは予言なので本当になるかどうかっていうのは分かりません。潜む悪人、スピリットが教えてくれたもう一つの予言としては、
E 〇〇 L の中に潜む悪人のことらしいんですね。で、これが U の N のあの12人かもしれないとジョセフさんはおっしゃっておりました。去年の10月から予言していましたが、彼らがこの戦を仕掛けたというような報道がありますよねとおっしゃってました。確かに今回ガザのところを仕掛けていったあの10月7日あの時、実は U の N に属する12人が仕掛けたことなんじゃないかっていう報道がありました。その前回の動画でも U の N の闇、この世の中にはいろんな闇があって、実際は U の N が、仕掛けていることも多々あるようなことをジョセフさんは予言でほのめかしてましたけれども、それが本当かどうかは、実際どうなのかっていうところは私もねその目の当たりにしていないですし、ジャーナリストとしてね証拠を握っているわけでもないのでわからないですけれども、今回のこの、戦いをの火花を散らせたのは U の N の中のあの12人かもしれないっていうニュースの報道はありましたので、一概に全否定することはできない状態なんじゃないかなって思います。実は去年の8月にですね、ジョセフさんは U の N といいますか、内部からアタックされる、その E 〇〇 L は内側からアタックされるよという予言をしていらっしゃいました。これもリンクをね、直接チャプターに飛べるリンクを概要欄に貼っておきますけれども、その時、言っていたのが、中東のどこか、それかトルコか、どこかちょっとはっきりとはわからないですけれども、スピリットは町に私を連れてきました。これサイキックビジョンの中ですね。夕暮れ時です。外は暖かく、人々が野外で賑わっています。離れたところに青いビルが見えます。そのビルはドッカンしてしまいました。攻撃のようです。手の炉でしょう。もしかしたらアフリカなのかもしれません。お米の国の大使館と関係のあるビルなのかもしれません。もしそうでなければ、別にお米の国大使館への攻撃がこの先あるかもしれませんということをおっしゃっていて、この時スピリットはそのドッカンという事象は複数箇所で起こると言ってました。で、内部者の仕業ですと言ってたんですけども、ジョセフさん今回言ってたのが、これがもしかしたら10月7日に起きてしまったあの E 〇〇 L の実証を目撃したじゃないかと。あれは E 〇〇 L だったんじゃないかというふうにジョセフさんは言ってたんですけども、今となっては後出しじゃんけんになってしまうんですけれども、そういったことがありそうだということで、もう一つ言ってたのは、その時8月に言ってたのは、イランと対立をしている時にイランは E 〇〇 L とも対立しています。トルコとイランは両国ともリーダーシップの変更が起こります。スピリットが10月2日という日にちを見せてきています。その日に何が起こるか分かりませんが注意しましょうとその時におっしゃっておりました。ということで、この予言っていうのは8月18日の予言なんですけども、そういったことをね投資で見ていらっしゃったので、実際にどうかはわからないですけども、こういったヒント、その世の中の流れが分かりそうなヒントっていうのはサイキッカーとして配信していただいているので、私たち個人個人がそれをどう受け取ってどう情報を精査してどうつなげていくかというのはね、今聞いていただいている皆さんの自由ですし、どう考えるかはあなた次第ですということなんですけども、いろんなことをね考えるきっかけになればなとは思ってます。私も含めてですね。また白い家に関する予言、これはアメリカのワシントンにある白い家のことですね。
ちょっと隠語で言わせていただきますけれども、白い家に救急車が出動するビジョンを見たということで、ワシントン DC のホワイトハウスに救急車や車両が出動し、ビジョンでは女性のような人がレスキューされているようでしたということをおっしゃっておりました。で、実はこの白い家も激震することが起きるということで、ジョセフさん曰く上院を揺るがすことが何か起こるそうで、ホワイトハウス、ペンタゴンで分断が発生することにより、最も重要な案件から注意がそらされるとスピリットが教えてくれています。これも誤った誤情報の旗、偽旗が大きく振られる予言の一環でしょう。ジョセフさんは過去に何回も大衆扇動のために偽旗作戦というのが立てられて、皆さんこういうことですよ、こういう風になってるんですよって皆さんをそっちに、こう理解させて、実は違ったという、大衆扇動ですかね、そういうことが起こってくるよということを予言していらっしゃいます。とりあえず毎日ね、そういうことはテレビを見てればね、日常茶飯事で行われていると私は感じてるんですけれども、大々的にそういうふうになることがあるので、皆さん曇りなき眼で見定めてくださいとジョセフさんはおっしゃっております。ですが、ずっとね、悪がずっと勝ってるわけではなく、連邦機関、政治家、そして CEO とかそういった有名な有識者たちなどがどんどん落ちこぼれていくエネルギーになっているとジョセフさんはおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く連邦機関のお偉いさん、大企業の CEO などが辞任したりお亡くなりになったり、様々な力の移行があるでしょう。特に政治家などに対してアタックなどがありそうですとおっしゃっておりました。引き続き暗32という、暗は暗闇に暗いと書いて暗、32は数字で32を、これをちょっと隠語で言わせていただいてるんですけれども、そういったことが起きてくるという予言もありますので、リーダーとかそういった有名人に関しては大きく報道されるかもしれないので、ちょっと注目していただければなと思います。これで大きなね流れが出てくるかもしれないので、それによってどういったことが起こるのかっていうところも考察のしがいがあるんじゃないかなって思います。太陽フレア発生の予言というのもしていらっしゃいました。大きな太陽フレアが起こってくるよということをおっしゃってるんですけども、ジョセフさん曰く太陽フレアにより通信システムの遮断などが起こるでしょうということで、それに伴う大地震とかそういうのにも注意しなければなりませんというふうにおっしゃってるんですけれども、ジョセフさんこの時2月の予言ということで2月にかけてのことをおっしゃってたんですけども、2月21日から2月26日にかけて太陽フレアが強くなるよとこの時はおっしゃっておりました。これが222という2月22日というところが最大の注目で、222ポータルというのが開く日だというふうなこともおっしゃっておりました。確かに2月というのは、X クラスの、事象が2月9日、2月16日、2月21、2月22と結構ね、大きく、降り注いでいました。自動車製造工場でのファイヤーがあるという予言もこの時していらっしゃいました。投資の中でどこの国にいたのかはわかりません。しかし日本の工場かもしれません。工場の装備に支障があり、火が上がってしまうようですとこの時おっしゃっておりました。で、最近話題のチックンの関係の問題ありますけれども、この時2月2日には大企業製薬会社関連の人たちが逮捕される可能性があるという予言をしていらっしゃいました。ジョセフさん曰くビッグファーマで度重なる汚職や不正、偽装などが暴かれ逮捕者が出るようです。複数の製薬会社は製品の回収や国によっては違法になる薬や一つのある国はその製薬会社を国内に入れさせないという処置を取るようです。それはもしかしたらインドがそういうことをしていくのかもしれませんということなんですね。
ジョゼフさんの予想ではインドが初めて、ビッグファーマーらに対して厳しい対応をしていく国なんじゃないかということもおっしゃっておりました。で、前回も言ってたことなんですけども、カ・マルテルにまつわる戦いがあるという予言、今回もしていらっしゃいました。ジョセフさん曰く、これはメキシコ国内を揺るがすほどの戦になるということで、これは今年は起こらないかもしれませんが、近い将来起こりそうですということで、周辺諸国や他国にもカ・マルテルをやっつけるために、参戦してくるようなこと自体になるんじゃないかとおっしゃっておりました。で、時期を当てるのは難しいと言いつつも、今回言っていたのは2027年くらいにそれが起こるかもしれないということをおっしゃっておりました。その時期がいつになるかわからないので、もしかしたら明日起こるかもしれないし、極端な話ですけれども、来年起こるかもしれないし、いつ起こってもおかしくないんじゃないかという感じなんじゃないかなって私はちょっとね、思っちゃうんですけども、最近話題の UFO なんですけども、UFO をご利用しする政府、確かにアメリカ政府とかもね、そういった空飛ぶ円盤系を認め始めたりとか、ね、そういうことをし始めてますけれども、何かのストーリーを市民の脳にすり込もうとしているとジョセフさんはおっしゃっています。ジョゼフさん曰く、もちろん本物もありますし、存在はしていると思っています。しかし、大衆心理をコントロールしようとしているというところが問題なんじゃないでしょうかとおっしゃってました。この2月あたりからそれにまつわる話題が多くなるかもしれませんと、確かにですね、今年初め頃から UFO に関しての、お話っていうのは、私ちょっとそういうのが好きなのか、好きだからかわからないですけども、よく耳にするお空に起こる事象。この間 UFO じゃないですけれども、太陽フレアの影響で、ね、オーロラが見えたりとかしましたし、あとは、しょっちゅうイーロン・マスクがロケットを打ち上げてたりとか、ね、あとは日食、月食っていうのがあったりとかね、結構最近お空で起こる事象が多いんじゃないかなって思いますけれども、皆さんが空を見上げているうちにもしかしたら未確認の何か飛んでる物体っていうのが見かけられるかもしれないですよね。そういったことで、その SNS に上がってくる動画とかも本物かどうかっていうのは今 AI がね、すごく発達してたりとか、動画の技術が発達しているので、本物かどうかっていうのを見分けることっていうのは非常に難しいと思うんですけども、皆さんね、暇さえあれば空を見上げるということをね、忘れないで過ごしていただきたいなと思います。最後の予言なんですけども、食品回収の騒ぎがあるよとおっしゃってました。2024年8の波動というのは、あなたの健康に対する選択というのがキーになります。中の国から来るお肉とかそういったものというのは着色料にフェンテノールというのを使っていたという問題があったそうです。ブドウやベルペッパー、これはパプリカですね。やスイカなどがもしかしたらそういった問題で回収されることになるかもしれないとジョセフさんはおっしゃっておりました。確かにね、お肉はいろいろ問題になってますよね。で、注射打ってたりとか抗生物質の問題もありますし、ホルモンの問題もありますし、着色をしてね、結構新鮮に見せかけたりとかそういうのもしているのがあるということで、こういったお肉というのは、なるべく出所が分かっていて、どのように育てられたかが分かると安心ですよね。そういったものを、選んで意識高く、その食生活を意識高くしていく方がいいよということを、ジョセフさんはアドバイスしていらっしゃいました。引き続きですね、2024年は自分をめでる年というのを最大のテーマにして皆さん生きていってほしいと思います。
ジョセさんやっぱりね、最初の新年の予言で言ってましたけれども、自分をめでるというのはとても大切な行為だよということをおっしゃってたので、皆さんですね、それを忘れずに過ごしていただければと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。長い間聞いていただきまして、見ていただきましてありがとうございました。それではですね、私不定期で動画配信しておりますので、次回も聞きたいよっていう方はぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。で、今回の動画すごく考えるきっかけになった、調べるきっかけになった、よかったよっていう方、どうかサポートのためグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた次回までお楽しみに。See you next time. Bye bye. Much love.